こんにちは。あなたが今回共有してくださった資料、これは、かなりインパクトのある内容ですよね。そうですね。ラットの脳腫瘍が 70% も縮小したっていう、衝撃的な見出しなんですけど、はい。でも本当の謎ってこの数字の裏にあると思うんです。なぜこの治療法は成功したのか。で、なぜ他の似たようなアプローチではダメだったのか。え今日はですね、この論文の中に隠された手がかりを一緒に一つずつ解き明かしていく、そんな掘り下げ方にしていきましょまさに科学的な探偵仕事みたいな感じですね。そしてこの謎を解く上で、避けては通れないのが事件の現場である脳のその特殊性です。う。脳の特殊性。はい。脳にはですね、血液脳関門という非常に強力なセキュリティシステムが備わっているんですよ。血液脳関門。よく聞く言葉ですけど、改めて、どういうものか教えていただけますか？はい。じゃあ想像してみてください。脳が超厳重な VIP ルームだとしますよね。VIP ルーム。はい。血液脳関門っていうのはその入り口に立つもう絶対に手越しとか加えない屈強な用心棒みたいなものなんです。用心棒。酸素とか栄養素みたいな顔なじみも招待客は通すんですけど、薬っていう見慣れない客はたとえそれがどんなに良い薬でもほとんど追い返してしまう。なるほど。これが脳腫瘍の治療を長年非常に困難にしてきた元凶と言えるわけです。なるほど。その用心棒がいるから、せっかく開発した特効薬も VIP ルームの中には入れないと。そういうことです。では、今回の研究者たちは、どうやってこの鉄壁の用心棒を出し抜いたんでしょうか？彼らはですね、正面から用心棒を突破しようとはしなかった。ほう。いわば警備のいない秘密の裏口を見つけたんです。それが鼻から脳へっていうルートなんですね。鼻から脳へ。記事によると、ナノ粒子化したイベルメクチンっていう薬を鼻からスプレーみたいに投与したとありますね。はい。でも鼻から吸い込んだものがどうやって直接脳に届くんですか？ここであなたが共有してくださった2番目の資料、この分野の全体像を解説する創設論文が役に立つんです。はい。それによると、私たちの鼻の奥深く天井に近い部分に吸粘膜っていう特殊なエリアがあるんですね。吸粘膜？そこには脳に直接つながっている嗅神経とか三叉神経の末端が、むき出しに近い状態で存在しているんです。つまり脳に直結する神経の入り口が鼻の奥にあったと、そういうことですか？まさにこのルートを使えば血液っていうメインストリートを通らなくて済む。なるほど。つまり屈強な用心棒がいる血液脳関門を完全にバイパスして薬を脳という VIP ルームに直接送り届けられる可能性があるわけです。これは面白いですね。要塞の正門を攻めるんじゃなくて、誰も気づかなかった秘密の通路から忍び込むみたいな作戦ですね。ただそうは言っても、鼻の内部にも防御機能はありますよね。なんか粘液で洗い流されたり分解されたりしそうですけど。良い指摘です。その通りで、鼻の中もそれほど甘くはないんです。粘液で異物を外に排出する働きとか、侵入してきた物質を分解する酵素が待ち構えていますから。ですよね。そこでこの研究の第2の主役が登場します。薬を包むナノカプセルです。ナノの部分ですね。ここをもう少し具体的に掘り下げていきましょうか。研究論文だと、イベルメクチンナノカプセル、IVMNC って呼ばれてますけど、これ一体何でできてるんですか？論文の詳細を見るとですね、これはポリエプシロンカプロラクトン、通称 PCL という高分子ポリマーから作られています。PCL。はい。これは生分解性、つまり体内で自然に分解されて、なおかつ生態的合成が高い体に優しい素材なんです。体に優しい。一番身近な例を挙げるなら、手術で使われる溶ける糸をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。抜歯しなくてもいいとですね。なるほど、安全な素材だと。その PCL でイベルメクチンという薬を包み込んだ直径およそ200ナノメートルという、ウイルスぐらいの非常に小さなカプセル。これが今回の立翼者です。ほう。で、創設論文にもあるように、このナノカプセル化には主に3つのメリットがあるんですね。3つですか？はい。1つは薬を酵素による分解から守る鎧の役割。鎧。2つ目は鼻の粘膜にくっつきやすくして長くとどまらせる怒りの役割。怒り。はい。そして3つ目が粘膜の細胞のバリアを通過するのを助ける通行証の役割です。鎧、怒り、通行証。すごくわかりやすいです。そのカプセルがあったからこそ、薬は鼻の防御をくぐり抜けて神経のルートに乗ることができたというわけですね。そしてその効果がいかに絶大だったか、この研究が素晴らしいのは、それを証明するための比較実験をきちんと行っている点なんです。比較実験。ナノカプセルに入れずにイベルメクチンをそのまま鼻から投与したグループも用意したんですね。結果はどうだったんですか？腫瘍に対して測定可能な効果はなかった。ゼロです。ゼロ。一方でその PCL ナノカプセルに入れた方は 70% も縮小した。そうなんです。いや、これは決定的ですね。薬そのものが同じでも、それを運ぶ乗り物がなければ全く意味がなかったと。まさに。そしてこの謎解きはさらに深まっていくんですよ。ほう。
研究者たちはもう一種類別の素材でできたナノ粒子も試しているんです。シリカ、つまり二酸化ケイ素をベースにした IVM、MCM という粒子です。PCL 製のものとシリカ製のもの、はい。2つの乗り物を比較したと。はい。そしてここからががぜん面白くなるところでして、まずシャーレの上でがん細胞に直接振りかける実験、いわゆるインビトロ試験を行いました。するとなんとシリカ粒子の方が PCL ナノカプセルよりもがん細胞を殺す効果が高かったんです。そうなんですか。じゃあ実際のラットの実験でもシリカの方が良い結果が出そうですよね、普通は。そう思いますよね。しかし実際にラットの鼻に投与するインビボ試験では結果が逆転したんです。逆転。シリカ粒子の方は腫瘍を縮小させるほどの効果は見られなかったんです。いや、これは本当に面白いですね。つまり実験室のチャンピオンがいざリングに上がってみたら全く歯が立たなかったみたいな。はは、そんな感じですね。なぜそんなことが起きたんでしょう。薬の放出が早くて効果が高かったはずなのに。研究者たちはその原因は粒子のサイズと均一性にあると結論付けています。サイズと均一性。効果のあった PCL ナノカプセルはサイズが約200ナノメートルでほぼ均一に揃っていました。一方、実験室で強かったシリカ粒子はサイズがバラバラでナノメートルのものからマイクロメートルのものまで混在していたと。ちょっと待ってください。サイズが不揃いだっただけでそんなに効果が変わるものなんですか。素人考えだと小さい粒子が少しでも混じってればそれが効きそうな気もするんですけど。非常に良い疑問です。これは薬が目的地にたどり着くまでの旅がいかに過酷かを示してるんですね。旅ですか。創設論文が指摘するように神経を伝って脳に到達するためには200ナノメートル以下っていう特定のサイズが極めて重要だと考えられています。はい。大きすぎる粒子はそもそも神経細胞に取り込まれず旅を始めることすらできない。一方でシリカ粒子は放出が早すぎたために目的地に着く前に薬が漏れ出してしまって効果が薄れた可能性も指摘されています。なるほど。つまり適切なサイズの乗り物で適切なタイミングで薬を放出するっていうこの2つの条件をクリアしないとダメだったと。そういうことです。 PCL ナノカプセルはその両方を満たす完璧な運び屋だったわけですね。いやー、これは詳細を掘り下げれば掘り下げるほど緻密な設計に驚かされます。そうなんですよ。正直この論文を最初に読んだ時、このインビドロとインビボの差には私も驚きました。普通はここまで綺麗に結果は分かれませんから。へー。まさに研究者たちの狙い通りだっていう声が聞こえてくるような見事なデータですよね。これだけ劇的な効果があると逆にそんなうまい話があるのかって副作用が心配になりますよね。その点についてはどうだったんでしょうか。見出しには毒性なしとありますが。はい、安全性に関しても非常に慎重な評価が行われています。うん。論文ではラットの体重が減っていないかとか、血液を取って肝臓や腎臓の機能を示すマーカーに異常がないかとか、全身状態をチェックしています。はい。そして最も重要な点として投与経路である鼻腔から薬が流れ込んでしまう可能性のある肺の組織を顕微鏡で詳細に調べているんです。肺ですか。その結果最も効果のあった PCL ナノカプセルのグループでは炎症とか臓器の損傷といった副作用は一切見られませんでした。それは素晴らしい。では他のグループではどうだったんですか。カプセル化していない裸のイベルメクチンとかシリカ粒子を投与したグループでは残念ながら肺に軽度の出血や炎症が見られたと報告されています。なぜ PCL ナノカプセルだけが安全だったんでしょう。ここでもやっぱり素材の特性とサイズが鍵になります。PCL っていう溶ける糸の素材は生態適合性が非常に高いんですね。もし肺に流れ着いたとしても体に刺激を与えずにスッと分解されて消えていくみたいなイメージです。なるほど。一方で他の粒子は体にとってザラザラした砂のような異物として認識されて炎症を引き起こしてしまったのかもしれません。つまり PCL ナノカプセルは効果が高いだけでなくこの投与方法において最も安全な乗り物でもあったということが証明されたわけです。なるほど。ではここまでの謎解きを整理してみましょうか。今回の衝撃的な結果の裏にはまず血液脳関門という用心棒を迂回する鼻から脳へという秘密のルートの発見があった。そしてそのルートを旅するために PCL っていう体に優しい素材で作られたサイズが200ナノメートルに均一に揃った完璧な運び屋が開発された。この2つが揃ったからこそイベルメクチンという薬は安全かつ効果的に脳腫瘍を攻撃できたということですね。その通りです。そしてもう一つ将来性を示す上で非常に重要な事実があります。と言いますと、この研究で使われたイベルメクチンの量なんです。量ですか。この薬はもともと寄生虫の治療薬としてすでに人間に対して安全性が確認されて承認されている薬なんですね。今回のラットへの投与量を人間に換算するとそのすでに承認されている用能よりもかなり低い量で効果が出ているんです。それは大きな意味を持ちますね。既存の薬を新しい目的で使う、ドラッグリポジショニングにおいて
すでに安全性が確認されている容量の範囲内、あるいはそれ以下で効果が出せるっていうのは、将来人間での臨床試験を始める上でのハードルを劇的に下げてくれますから。思考の転換を示すものだと思うんです。これまでは病気を治すための魔法のような鍵、つまり新しい薬そのものを見つけることに主眼が置かれてきました。はい。しかし、この研究が示しているのは、その鍵を脳という難攻不落の要塞の中にある鍵穴まで、いかにして完璧な乗り物で送り届けるか。それが現代の創薬におけるもう一つの大きな課題であり、そして大きな可能性なのだということです。薬を運ぶシステム自体が、薬と同じくらい、いや、それ以上に革新的であるという素晴らしい実例でした。さて、最後に、あなたに考えていただくための問いを一つ残しておきたいと思います。はい。今回の研究は、特定の薬と特定のがんに焦点を当てたものでした。ですが、この鼻から脳へ生分解性ポリマーナノカプセルで薬を運ぶというプラットフォーム、つまり技術の土台そのものはもっと広く応用できるはずですよね。そうなると、一つ重要な問いが浮かび上がってきますよね。この運び屋の設計技術がさらに向上するにつれて、これまで血液脳関門を通過できないという、たったそれだけの理由で脳の病気の治療薬候補から外されてきた多くの既存の薬たちが再び光を浴びる可能性はないでしょうか。他のがんや、あるいはアルツハイマー病、パーキンソン病といった様々な神経疾患の治療薬として、今後の焦点は新しい薬をゼロから発見することから、既存の薬の新しい届け方を発明することへと移っていくのかもしれないですね。もし目に見えないくらい小さな爆弾を脳に送り込んで、がん細胞だけを内側から破壊できるとしたら、なんだか SF 映画みたいですけど、今日はそんな夢のような治療法を現実のものにしようとしているものすごい研究の最前線に迫っていきたいと思います。はい、今回はこんな流れで見ていきましょう。まず今回のラスボスである抗下書がなぜそんなに手強いのか。次に科学者たちが見つけた驚きの秘密のルート。そしてそのルートを通るためのハイテクな乗り物、ナノマシンですね。そこから動物実験で得られた本当に画期的な結果。最後にこの希望の技術がこれからどうなっていくのか一緒に見ていきましょう。では早速最初のセクションです。今回人類が挑んでいるこの抗逆種っていう脳腫瘍が一体どれだけ厄介な相手なのか、その正体に迫っていきましょう。なぜ抗命種はこれほどまでに難攻不落と言われ恐れられているんでしょうか。その理由はですね、ただ単にがん細胞が強いというだけじゃないんです。これ見てください。生存期間の中央値が15ヶ月未満。本当に厳しい数字ですよね。その最大の理由が、どんなに強力な薬を作っても、そもそもがん細胞のいる場所に薬がたどり着けないっていう、もう根本的な問題があるからなんです。その原因が、この血液脳関門、通称 BBB です。これ、脳にとっては超エリートなボディーガードみたいなもので、血液中のやばいものが脳に入らないように、がっちりとガードしてくれてるんですね。でもこの警備システムが優秀すぎて治療のための薬まで怪しいやつだって門前払いしちゃうんです。じゃあこの鉄壁のバリアをどうやって突破するのか。セクション2では科学者たちが考え出したこの関門を出し抜くためのまさにコロンブスの卵的な戦略を見ていきたいと思います。そう、まさに発想の転換です。正面突破が無理なら別の入り口、そう裏口を探せばいいじゃないかと、研究者たちは人間の体の構造に隠されたある意外なルートに目をつけたんですね。その秘密の通路というのがなんと鼻だったんです。鼻から脳への直接投与。点鼻薬みたいに鼻から薬を入れると、あの鉄壁のボディーガード、血液脳関門を全部すっ飛ばして脳に薬を直接届けることができる。これ脳の病気の治療法を根底から変えるかもしれない革命的なハイウェイなんです。さて、秘密のルートは見つかりました。でも、ただ薬を流し込むだけじゃダメなんです。薬をがん細胞まで確実に送り届けるためのハイテクな運び屋、まさにがん細胞へのトロイの牙。そのナノ輸送システムについて見ていきましょう。今回の作戦で使われる武器、これがイベルメクチンです。もともとは寄生虫をやっつける薬として有名なんですけど、最近の研究でなんと少なくとも14種類もの違う方法でがん細胞を攻撃する力があることが分かってきたんです。まさに隠れた才能を持つスーパーヒーローみたいな薬ですね。ただ、このイベルメクチンもむき出しのままじゃ鼻から脳への険しい道のりは越えられません。そこで必要になるのが薬を守りつつ目的地まで確実に送り届けるための特別なカプセル。そう、ナノテクノロジーの出番なんです。そこで研究チームは性質が違う2つ類のナノカプセルをテストしたんですね。左のポリマーナノカプセルは例えるなら敵の基地でじわじわ効く時限爆弾タイプ。薬をしっかり閉じ込めて目的地でゆっくり放出します。一方、右のメソポーラスシリカは一気に広範囲を攻撃する散弾銃タイプ。
たくさんの薬を詰めるけど放出も早い。このじっくり型か速攻型か、この違いが後でとんでもない差を生むことになるんです。さあ、物語はいよいよクライマックスに突入します。理論は完璧。ルートも武器も運び屋も揃った。じゃあこの新しい治療法、実際に効果はあったんでしょうか。ラットを使った実験で得られた衝撃の結果をご覧ください。準備は万端です。鼻から送り込まれたナノ爆弾は難攻不落の脳腫瘍に打ち勝つことができたのか。その結果は研究者たちの想像をはるかに超えるものだったんです。このグラフ見てください。10日後、何も治療しなかったラットの腫瘍が平均254まで大きくなったのに対して、次元爆弾タイプポリマーナノカプセルで治療した方は腫瘍がたったの79まで縮小したんです。これもう一目瞭然ですよね。3分の1以下です。パーセントで言うと、なんと腫瘍が 70% も縮小したということです。ナノカプセルに搭載されたイベルメクチン、まさに驚異的な効果を発揮したんですね。そして、ここがめちゃくちゃ重要なんですけど、ただのイベルメクチンやもう一方の散弾銃タイプのシリカ粒子では、ここまで大きな効果はなかったんです。つまり、成功の鍵は、イベルメクチンという強力な弾丸と、ポリマーナノカプセルっていう高性能な運び屋、そして鼻から脳へという秘密のルート、この3つが完璧に揃ったからこその大勝利だったということなんですね。しかも、さらに驚くべきは、その安全性です。これだけ強力な効果がありながら、体重が減ったり、肝臓や腎臓といった大事な臓器にダメージが出たり、といった副作用が一切見られなかったんです。まるで超一流のスナイパーみたいに、周りの健康な細胞には一切手を出さず、がん細胞だけをピンポイントで狙い撃ちできた。そういうことなんです。動物実験では本当に素晴らしい結果が出ました。でも、戦いはまだ終わったわけではありません。最後のセクションでは、この研究がこの先どこへ向かうのか、研究室から僕たちのいる臨床現場への道のりを見ていきましょう。もちろんここで一度、冷静になることも大切です。今回のすごい結果は、あくまでラットでの研究段階です。これがすぐに人間の治療に使えるというわけではありません。希望への道のりはまだ始まったばかりなんですね。具体的にはこういうステップを踏む必要があります。まず、もっとたくさんの動物実験で安全性とか効果をこれでもかってくらい徹底的に調べます。そのデータを持って国から人間で試しても OK ですよという承認をもらう。そしてようやく少人数の患者さんの協力を得て臨床試験へと進んでいくわけです。この言葉は今回の研究論文の結論です。研究者たち自身がこの治療法は高画種にめちゃくちゃ有望で、実際に患者さんを救う治療法になる可能性を秘めていると強い確信を持っていることが伝わってきますよね。最後にちょっとだけ未来の話をしましょう。この鼻から脳へという画期的な薬のデリバリー技術。もしこれが確立されたら、今回の脳腫瘍だけじゃなくて、アルツハイマー病とかパーキンソン病とか、今まで薬を届けることすら難しかった他のたくさんの脳の病気にも全く新しい希望の光を灯すことになるんじゃないでしょうか。この小さなナノ粒子が医学の未来をとてつもなく大きく変えるかもしれない。その可能性にこれからも注目していきたいですね。